こんにちは。今日はオランダ・アムステルダムへ旅行する人へのおすすめスポットをピックアップして紹介したいと思います。オランダ王国についてはアムステルダム近郊のおすすめスポットっていうビデオで紹介しているので、ぜひそちらをご覧ください。今回はまずアムステルダムの都市についてちょっと紹介したいと思います。アムステルダムはオランダの西部の憲法上の首都で、日本大使館もあるハーグが行政機関も集まっているので、実質首都とされてます。市内には北海からの運河だったり、ライン運河っていう大きな運河につながる小さい川をはじめ、街中にもう血管のように張り巡る河川があることでも有名です。で、有名な観光地だとアムステルダム国立美術館だったり、アムステルダム市立美術館とゴッホ美術館だったり、あとユダヤ人迫害から逃げていたアンネ・フランクの家が博物館になっていたり、いろいろな文化的な見どころスポットがあります。一方で大麻が合法なので、ここら中で大麻を販売しているショップがあって、それらはコーヒーショップと呼ばれています。ちなみにオランダ語のコーヒーショップは一つの単語になってるんですけど、英語でカフェショップ、同じ読み方で喫茶店を表す言葉でありますけど、これは単語で2語なので、オランダ語のコーヒーショップとはまたちょっと紛らわしいですけど、別です。なのでオランダでコーヒーショップといえば、もうそれは完全に大麻を販売している小売店のことになります。前置きは置いといて、早速おすすめのスポットを紹介していきたいと思います。観光名所は冒頭紹介したところがググれば出てくると思うので、今回はアムステルダムでの週末の一日を自宅からショッピング、レストランなどよりリアルな形で紹介していきたいと思います。まず基本、朝は時間があれば Uber Eats やデリバリーで食事を済ませますが、お腹が空いていなければスムージーを作ります。正直スムージーはそんなに好きでもないのですが、スムージーメーカーをもらったのと、以前フィットネスの大会でもらったプロテインがたくさんあるので、スムージーに入れて消費しています。冬は基本寒くて曇天のアムステルダムですが、雨が降っていなければいい天気と言えます。この日はカカオパウダーとバスルームに置く椅子を探しに、近くのショッピングセンターへ行きました。今のは Google 翻訳ですが、オランダ語は本当に発音が難しいです。ここは市内中心から離れているので、あまり旅行者は来なさそうなエリアではあるんですが、基本何でも揃うのでおすすめしたいショッピングセンターです。ベネフィットのブローバーもあるので、人がいないとやってくれないんですが、人がいれば素敵なアイブロウをデザインしてもらえます。オランダから出ている有名企業だと、まさにアムステルダムが本拠地のフィリップスがありますが、お店でフィリップスの歯ブラシを見つけたので価格を見てみました。フィリップスは普段は私も彼もフィリップスの電動歯ブラシを、私はこの3年ぐらいずっと使っていたので、日本との価格差が気になっていましたが、結論モデルにもよるかもしれないんですが、日本では24,800円、オランダで239ユーロと、今日のレートで130円換算で31,070円なので、日本でオンラインで買う方がなぜか安いです。美容つながりでヘアサロンでこの近くだとおすすめはロブピートーム。シャンプーブローで30ユーロとリーズナブルです。お店を歩いているとチーズとワインのセレクションは無限なので、特にチーズは買ってしまうんですが、この日もチーズとワインはプレゼント用を買って家に一旦置きに行きました。この日ランチはテイクアウトで、名前が嘘みたいなんですが、ハピハピジョイジョイ、そう、ハピハピジョイジョイです。くくりとしてはアジア料理で、見た目通り中華も日本食もタイ料理も全部アジアで一括って提供してくれるアジア人御用達なお店です。お店の雰囲気と内装がメニューの中身をそのまま表しているような感じですが、味は本当に美味しくて、
値段も欧州のアジア料理としては妥当だと思います。ちなみにアムステルダムにはみんなコーヒーショップで一服してから内装を作ったのかなというように、カラフルでサーカスのようなカフェが点々とあって、タピオカや抹茶屋さんなどアジア人好みのお店も十分にあります。友人とお茶するにもテイクアウトするにもこういったカフェはとても重宝します。市内も都市らしくハイブランドが並ぶボンダーパークとミュージアムプレインの間の日本でいう表参道のような通りからディヴェイコーフという高級百貨店までお店も一通りありますが、品揃えからショッピングするならやはり近くだとパリかロンドンがいいと思います。ショッピングストリート近くはカラフルなカフェの他にギャラリーやテスラのショップなどもあります。実家で乗る車がテスラで、ここ2年くらいはモデル3を乗っているんですが、ガルウィングのモデル X を買ってデロリアンと名付けたいと思ってます。ちなみに日本でも最近中国生産のものが結構出ていて身近になったのかよく見るんですが、オランダではかなりの数を走っているのを見かけます。おやつを買って一通りダラダラしたら夜の街へ。夜はアムステルダムの街が一番輝く時間なんですが、と言いつつあまり個人的にはお酒も大麻もたしなまないので、実際は友人と夕食に出かけるくらいです。この日は気になっていたシーパレスへ向かいました。水の上に浮かぶまさにパレス、お城で、食事の写真をなぜか撮っていなかったんですが、とても良かったです。ちょっとファインダイニング目のアジアンレストランであれば、このシーパレスか、あとモモというお店もおすすめです。夜の観光名所であるレッドライトディストリクトはコロナで閉まってしまったり開いたりを繰り返しているようなので、行く場合には事前に確認するといいと思います。夜が更ける前に夕食後は速やかに家に帰りましたが、夜中になると極寒の気温の中、ほぼ裸の2メートルぐらいの男性がローラースケートで道を全速力で走っていたり、愉快な一面もある街、それがアムステルダムです。全然関係ないのですが、外から帰ってくると外食をしていても家で何か食べてしまう習慣があるのですが、自宅で引っ越しの時にプレゼントしてもらったオランダの現地の何も機能のない炊飯器が日本の多機能な炊飯器よりも美味しくお米が炊けるという小さな幸せを感じていました。最後にお土産でおすすめなのがストープルワッフルで、薄いワッフル生地にキャラメルベースのソースをサンドしたものなんですけど、一度食べたら本当に病みつきになります。ちょっともはや見るのも嫌になるぐらいたくさん食べたんですけど、この間日本のセブンイレブンでオランダワッフルっていう名称で販売されて、似た形のものが販売されていて比較してみようと思って食べたんですが、まさに全く同じでワッフルでした。でちなみにすっごく甘いです。以上、アムステルダムへ旅行する人へのおすすめスポットの案内でした。